皆さんは何もない空間に手をかざして、そこにガラスのようなツルツルした感触や砂のようなザラザラとした感触を得ることができたら、どんな体験ができると思いますか？特別なゴーグルやグローブを装着することなく、空中に浮かぶ仮想のボタンを押したり、遠く離れた人と握手をしたりすることが可能になるとしたら、私たちの生活はどう変わるでしょうか？ NTT が開発した空中触感を実現する超音波技術は、まさに私たちの感覚の概念を覆す革命的なものです。この技術は特別なデバイスを装着することなく、何もない空間に触感を作り出します。今回は現実と仮想の境界を越える、この驚異的な技術の全貌に迫ります。従来の超音波触覚技術が抱える限界。超音波とは人間の耳では聞こえない高周波の音波のことで、一般的には 20kHz 以上の周波数を持つ音波を指します。医療の超音波診断やソナーなど様々な分野で利用されてきた技術です。NTT コミュニケーション科学基礎研究所は、この超音波を利用して空中に触感を生み出す技術を研究していました。私たちの日常生活において、触覚はとても重要な役割を担っています。視覚や聴覚と比べて意識されにくいですが、物の硬さや質感を知る上で欠かせない感覚です。これまでの仮想現実や拡張現実の世界では、視覚や聴覚の再現は進んできた一方で、触覚の再現には課題が残されていたのです。一つは、感じられる力が非常に弱いこと。もう一つは、提示できる触感が単調で限られていたことです。特に仮想空間で物体に触れるという体験を実現するには、重くて大きなデバイスを装着する必要がありました。特殊な手袋や装置を身につけないと、仮想の物体に触れる感覚を得られなかったのです。このような装置は、ユーザーに大きな負担をかけるだけでなく、自然な体験を妨げる要因となっていました。VR ゴーグルのような技術が視覚体験を向上させる一方で、触覚の再現性は大きく遅れをとっていたのです。人間の触覚は振動と圧力によって伝わります。物に触れた時の感覚は、皮膚に加わる様々な周波数の振動を脳が統合することで知覚されています。日常的に体験しているツルツル、サラサラといった触感は、こうした複雑な振動パターンから生み出されています。この触覚の仕組みを理解し、それを技術的に再現することは、多くの研究者が長年取り組んできた課題でした。超音波を使って触感を生み出す技術は以前から研究されており、皮膚に超音波を収束させることで、物体に直接触れることなく触覚を再現することはできていました。しかし、単純に超音波を集めただけでは、0.01 ニュートン程度の弱い力しか感じることができず、様々な材質の触り心地を再現することは困難でした。一般的な触覚体験に比べると、約20分の1程度であり、リアルな触感を再現するには不十分だったのです。NTT コミュニケーション科学基礎研究所では、人間の視覚や触覚の仕組みを解明し、その知見を生かした感覚体験の実現に長年取り組んできました。そして2025年、東京大学との共同研究により、画期的なブレイクスルーを達成したのです。従来の常識を覆す新たな発見と技術革新により、装置を装着することなく、空中に多様な触感を生み出すことに成功しました。超音波による触覚生成の基本原理は比較的シンプルです。超音波振動子と呼ばれる素子から発せられた超音波を空間の一点に集中させます。この集中した超音波のエネルギーが皮膚に微細な圧力を生み出し、それが触覚として感じられるのです。NTT の研究チームは従来とは異なる超音波焦点の回転という新しい手法を発見しました。この手法によって力の問題を解決した他に、複数の周波数を組み合わせたことにより多彩な触感を表現することにも成功しました。
東京大学との共同研究によって生まれたこの新技術は、触覚分野の国際会議、ユーロハフティクスカンファレンス2024でも高く評価されました。最優秀論文賞と最優秀デモンストレーション賞にノミネートされるなど、世界的に注目を集めています。この技術はエンターテインメントから医療、教育、コミュニケーションまで様々な分野で革命をもたらす可能性を秘めています。それでは、この革新的な技術の仕組みと可能性についてさらに詳しく見ていきましょう。NTT が開発した衝撃の超音波技術。超音波焦点の 5Hz 回転による力の増強。従来の超音波触覚技術では力の弱さが大きな課題でした。超音波が皮膚に与える力は通常 0.01 ニュートン程度と非常に微弱なものです。これは約1グラム、つまり1円玉1枚の重さに相当するほどのわずかな力しか生み出せませんでした。こんな弱い力ではリアルな触感を再現するには不十分です。私たちが日常的に感じる物体の硬さや質感を表現するにはもっと強い力が必要でした。この問題に対し NTT の研究チームは大きな発見をしました。それは超音波焦点の回転運動によって感じられる力が飛躍的に増強されるというものです。皮膚上の一点に集中させた超音波の焦点を毎秒5回の速さで回転させると感じられる力が約20倍にも強くなることを発見したのです。これは驚くべき成果でした。単に焦点を移動させるだけで実際の物理的な力が増すわけではありません。この現象の仕組みは人間の知覚特性に深く関わっていました。私たちの皮膚には様々な触覚受容器があり、それぞれが異なる刺激に反応します。超音波焦点を 5Hz という特定の速さで回転させると、これらの受容器が効率よく刺激され、結果として強い力を感じるのです。この発見は触覚の知覚研究としても非常に重要な意味を持っています。従来の触覚提示技術ではモーターなどを使って物理的な振動や力を生み出していました。そのため装置が大掛かりになり使用者に負担がかかるという欠点がありました。しかし超音波焦点の回転による力の増強は物理的な接触なしに強い感覚を生み出せるのです。これによりデバイスを装着することなく空中に強い触感を作り出すことが可能になりました。研究チームは様々な回転速度や移動パターンを試した結果、5Hz の回転が最も効果的であることを特定しています。最適化プロセスにおいて、研究チームは 5Hz から 50Hz の範囲で72パターンの回転速度を検証しました。人間の触覚受容器の特性を詳細に研究した結果として得られたこの知見は、今後の触覚技術開発においても重要な指針となることでしょう。複数周波数の構成による多彩な触感の実現。物の表面を触ったとき、私たちはその質感を瞬時に判断できます。ツルツル、ザラザラ、サラサラといった感覚はどのように生まれるのでしょうか。実はこれらの感覚は皮膚に伝わる様々な周波数の振動によって形成されています。従来の超音波触覚技術では単調な振動しか生み出せず、多彩な触感の表現が困難でした。そのため、リアルな物体の質感を再現することはできませんでした。NTT の研究チームは、この課題を解決するため、超音波触感シンセサイザという画期的なシステムを開発しました。このシステムは、人間の触覚受容器が特に敏感に反応する3つの重要な周波数、5Hz、30Hz、200Hz に着目しています。それぞれの周波数は異なる触覚受容器を刺激し、異なる感覚を生み出すことが知られています。研究チームは、これらの周波数の超音波刺激を自在に合成する技術を確立しました。まず、5Hz の回転運動によって強い力の感覚を生み出します。
この基本となる力学の上に 30Hz と 200Hz の振動成分を加えることで様々な表面質感を表現します。例えば 200Hz の成分を強くするとツルツルした感覚が生まれます。一方 30Hz の成分を増やすとザラザラとした粗い感覚が表現されるのです。これらの周波数成分の強さを調整することで無数の触感バリエーションが表現可能になりました。実際のデモンストレーションでは何もない空中に手をかざすだけでガラス玉のようなツルツルした感触や砂のようなザラザラした感触などを体験できます。すべて超音波だけで実現されているためソフトウェア制御のみで多彩な触感を切り替えできユーザーは特別な装置を身につける必要はありません。空中触感提示の仕組みと従来技術との違い。従来の触覚フィードバック技術には大きく分けて2つのアプローチがありました。1つ目はグローブやコントローラーなどユーザーが装着または手に持って使うデバイスです。もう1つは超音波などを使った非接触の方法です。装着型デバイスは正確な触感を再現できますが、装置が大掛かりになり、自然な動きを妨げるという欠点がありました。一方、従来の非接触型は、ユーザーの負担は少ないものの、リアルな触感を生み出すことは難しかったのです。NTT が開発した新技術の最大の特徴は、デバイスを装着することなく、強力かつ多彩な触感を実現した点です。この技術の核心部分は、複数の超音波振動子を精密に制御するシステムにあります。装置には、数百個の超音波振動子が敷き詰められており、これらの振動子から発せられる超音波が空間の特定の点で収束し、焦点を形成します。この超音波の焦点が皮膚に触れると、微細な圧力が生まれます。新技術の革新的な点は、その焦点の動かし方と複数周波数の組み合わせ方にあります。まず、5Hz で回転する焦点によって強い力の感覚を生み出します。この基本となる力学に 30Hz と 200Hz の振動成分を重ね合わせることで様々な質感を表現するのです。この方法を用いることで、これまで実現が難しかった空中にリアルな触感を作り出すことに成功しました。従来の超音波触覚技術では単純な点状の刺激にしか対応していませんでした。それに対し NTT の新技術では複数の焦点を同時に生成したり、焦点を高速に移動させたりすることが可能です。より広い面積の触感や複雑なパターンの触覚情報も提示できるようになりました。また、触感の強度調整も可能になり、微妙な質感の違いも表現できるようになったのです。この技術は視覚情報と組み合わせることで、より高度な没入感を実現します。例えば、VR ゴーグルで見ている仮想物体と触感を完全に一致させることで、まるでその物体が実際にそこにあるような感覚を生み出せるのです。視覚と触覚の情報が一致することで、脳はより強く、そこに物体が存在すると認識するようになります。これはマルチモーダル知覚と呼ばれる因縁の認知特性を活用した効果です。実用化に向けた課題。超音波の安全性と出力の限界。超音波を使った空中触感技術の実用化に向けて最も重要な課題の一つが安全性の確保です。超音波は人体に対してどのような影響を与えるのか、長期的な使用は安全なのか、といった点が慎重に検討されなければなりません。医療用途で使われる超音波診断装置は、すでに安全性が確認されていますが、触覚提示のためには、異なる強度や照射パターンが必要です。そのため、独自の安全基準の策定が求められています。現在の研究では、空中超音波による触覚提示には、局所的に数キロパスカル程度の音圧が必要とされています。この音圧レベルにおける安全性については、まだ十分に議論されていない部分があります。
特に目や耳など超音波に敏感な部位への影響については詳細な検証が必要でしょう。また、長時間の使用による皮膚や組織への影響も調査する必要があります。もう一つの大きな課題は超音波の出力限界です。現在の技術でも 5Hz の回転を用いることで感じられる力は約20倍に増強されましたが、それでも物理的な接触と比べるとまだ弱いのが現状です。重い物体を持ち上げるような強い力学を再現するにはさらなる技術革新が必要です。しかし、単純に出力を上げれば良いというわけではなく、安全性との兼ね合いが重要になります。また、超音波は空気中で急速に減衰するという物理的な特性があります。これにより、有効な触感を提示できる距離が限られてしまいます。現在の技術では、装置から数十センチメートルの範囲内でしか十分な触感が得られません。より広い空間で効果的な触覚提示を行うためには、この距離の制約を克服する必要があるでしょう。触感の再現性と個人差への対応。空中触感技術のもう一つの大きな課題は、触感の再現性と個人差への対応です。人間の触覚は非常に繊細で、同じ刺激でも人によって感じ方が大きく異なります。皮膚の厚さや感度、年齢による変化など、様々な要因が触覚の知覚に影響を与えるのです。この個人差に対応し、誰もが納得できるリアルな触感を提供するには、カスタマイズ機能や自動調整機能が必要になるでしょう。また、現実世界の物体が持つ複雑な触感をどこまで忠実に再現できるかという課題もあります。例えば、布の柔らかさや木材の質感など、多くの自然素材は複雑な触り心地を持っています。これらを超音波だけで忠実に再現することはまだ困難とされています。特に暖かい、冷たいといった温度感覚や湿った、乾いたといった湿度感覚の再現は現状の技術では難しい課題です。触覚は単独で機能するわけではなく、視覚や聴覚などの他の感覚と密接に関連しています。目で見ている物体と触感が一致していない場面で違和感を覚えたことはありませんか？このようなクロスモーダル効果を考慮した上で、視覚や聴覚と完全に同期した触覚フィードバックを提供することが重要です。装置の小型化と一般普及への課題。現在の超音波空中触感技術は、研究室や展示会などでデモンストレーションされる段階にあります。実用化に向けては、装置の小型化、軽量化が大きな課題です。現時点での装置は、数百個の超音波振動子を敷き詰めた規格的大型の装置となっています。小型化することで、家庭やオフィス、公共空間などで使いやすいサイズにすることが求められています。他にも、高精度な超音波振動子の製造コストや電力消費量、環境による性能の低下、標準化と互換性など、一般普及に向けて解決すべき課題は山積みです。これらの課題を克服し、超音波空中触感技術が一般に普及するまでには、まだ時間がかかるかもしれません。しかし、技術革新のスピードは加速しており、今後数年間で大きな進展が期待されています。現実の物理空間と仮想空間を融合させる XR 技術の発展と普及に伴い、触覚技術への需要は高まっており、研究開発も活発化しているのです。日本の関連企業。日本電信電話株式会社、証券コード9432。日本電信電話株式会社は、1985年に設立された日本を代表する通信企業です。NTT グループ全体では、固定通信、移動通信、データ通信、システムインテグレーションなど幅広い ICT 事業を展開しています。特に基礎研究への投資に力を入れており、世界最高水準の研究成果を多数生み出しています。
NTT コミュニケーション科学基礎研究所は、人間の知覚や認知のメカニズムを研究し、それを応用した革新的な技術開発を行っています。今回の超音波空中触感技術も、同研究所の人間情報研究部が中心となって開発したものです。この研究所では、触覚の知覚メカニズムに関する基礎研究から、具体的な応用技術の開発まで幅広く取り組んでいます。2021年には論文を発表しており、初期の段階では空中疑似触覚と呼ばれる技術を研究し、物体の変形による質感提示などを実現していました。東京大学との共同研究を経て、2025年に今回の革新的な技術を発表するに至りました。この技術は、同社が推進するアイオン構想の一環でもあると考えられます。アイオンは2030年を目指した次世代通信インフラ構想で、光をベースとした新たなコミュニケーション基盤の実現を目指しています。その中でナチュラルな世界を実現するユーザーインターフェースとして、空中触感技術は重要になると思われます。株式会社リコー証券コード7752。株式会社リコーは、東京都大田区に本社を置く光学機器、オフィス機器メーカーです。主にコピー機やプリンターなどのオフィス機器の製造販売で知られていますが、近年はデジタルサービス企業への転換を進めています。特に注目したいのは、同社が持つ超音波技術と画像処理技術の高い技術力です。同社は独自の触覚フィードバック技術の研究開発を行っており、3D 空間での触感提示に関する特許も多数保有しています。プロジェクション技術とセンシング技術を組み合わせた物体の表面に触れた感覚を再現するシステムの開発に取り組んでいます。これらの技術は NTT の超音波空中触感技術と相互補完し合う関係にあると言えるでしょう。同社はまた AR や MR 分野にも積極的に進出しており、独自の光学技術を活かした AR ブラスの開発を進めています。超音波空中触感技術との連携による新たな AR 体験の創出が期待されています。例えば AR ブラスで見ている仮想オブジェクトに触れた際、リアルな触感をフィードバックするシステムなどが考えられます。同社はこれまでも様々な技術企業との提携を積極的に行っており、NTT グループとも異なる分野で協業の実績があります。この超音波触感技術においても、リコーの持つハードウェア技術との融合によって、新たな応用製品誕生につながる可能性があります。特に、オフィス環境における仮想インターフェースや教育、訓練分野でのシミュレーションシステムなどが有望な市場となるでしょう。いかがでしたか？今回は NTT が開発した空中触感を実現する超音波技術について詳しく見てきました。何もない空間に物が存在するような触感を生み出すこの技術は、まさに私たちの感覚の常識を覆す革命的なものです。超音波焦点を 5Hz で回転させることにより、力の間隔を増強し、複数の周波数を合成することで多彩な触感を表現するという独創的なアプローチに驚かされました。特別なデバイスを装着することなく、自然な形で触感を得られるこの技術は、従来の技術とは一線を画しています。これまで VR や AR などの体験では、重くて大きな装置を身につけなければならず、それが普及の障壁となっていました。しかし、NTT の超音波空中触感技術は、その障壁を取り払う可能性を秘めているのです。エンターテインメントから医療、教育、通信まで、この技術が応用できる分野は実に幅広いものがあります。VR ゲームの臨場感を高めたり、遠隔地にいる家族と触れ合ったり、目に見えない情報に触れて理解を深めたり、私たちの生活を豊かにする無限の可能性が広がっています。もちろん、実用化に向けては様々な課題があります。安全性の確保や装置の小型化、より複雑な触感の再現など、
研究者たちはこれらの問題に日々取り組んでいます。しかし、技術の進歩は加速しており、遠くない将来に私たちの生活に溶け込んでくることが予想されます。NTT をはじめ、リコーやソニーといった日本企業が持つ高い技術力は、こうした革新的な技術の発展に大きく貢献しています。日本発の技術が世界の人々の生活を豊かにし、新たな産業を創出していく可能性は非常に高いでしょう。今回紹介した超音波空中触感技術は、まさに見えないものを触るという魔法のような体験を現実のものとしています。近い将来、この技術によって私たちのコミュニケーションやエンターテインメントがどう変わるのか、とても楽しみですね。技術の発展とともに、人間の感覚や体験の可能性もまた広がっていくのです。今日はここまでです。この動画が面白い、役に立ったと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。